はい、市中水明診断士のたけるです。今日もね、ブライン TM プロデュースチャンネルを見ていただきありがとうございます。今回もね、日韓から見る相性を説明いたします。市中水明ではね、相性の見方は様々ありますけども、初心者の方でもね、すぐに使えて、簡単にね、シンプルかつ分かりやすいように、名式の基本となるね、日韓から5行の相関関係になぞらえて、作成しました。相性はね、人間関係や恋愛、仕事にもね、通じるところだと思いますので、参考にしてみてください。実際ね、こちらの相談も、多いのが確かです。今回はね、火のとの相性から説明いたします。このようにね、このチャンネルでは今のあなたの本質、伸ばすべき長所と改善すべき短所や人間関係や価値観、仕事、才能、恋愛、健康、結婚、悩みなど、自分自身がね、どういった人物なのか、自分はどの性質を持っているかなどね、わかるような説明をしていますので、自分を知りたいという方やね、自分らしく生きたいなという方はね、手助けになるかもしれませんので、最後まで見ていただけたらと思います。なぜね、今回の日韓から見るのかと言いますと、市中ある中でもね、日中が一番重要とされていて、日韓はね、特に日主とも呼び、自分自身を表します。いわばね、自分自身の塊であり、精神ということにもなります。ではね、早速説明していきましょう。火のと火のとですね。これは、ろうそくとろうそくの関係です。ろうそくはね、暖かくて優しい存在ですよね。ろうそくとろうそくが力を合わせるとね、一層明るくなって、明るさはね、倍になりますよね。で、これはね、火花の関係なので、おおむね良好であります。ただしね、松明とろうそくのようにね、明るさに差がある場合はね、関係がギクシャクしてしまう傾向があります。ですから、お互いがね、同じ目線でいることが大切です。火のね、消し忘れが火事の原因となるようにね、意見の食い違いからね、大きな問題を引き起こしてしまう傾向がありますので注意しましょう。で、次はね、火のと土の絵ですね。これはろうそくと山の関係ですけども、その場合はね、火と暖炉の関係と考えましょう。暖炉はね、火を優しく見守ってね、火のパワーが強すぎてもね、それを制御することができますよね。ですから、土の絵がね、尽くしてくれるので、火のとの心はね、緩み、自由にね、力を発揮できます。しかしね、土の絵の方よりも、火のとの方が強い場合はね、相手が受け止めれないね、場合もありますので、注意しましょう。次ね、火のとと土のとですね。これは、ろうそくと畑の関係になります。ろうそくはね、焚き火と考えてください。で、土のとはね、畑の土なので、水分を含んでいますよね。その土ではね、火は不完全燃焼なので、不安定でもどかしい気分になる傾向があります。またね、土のとから見ても、火のとはね、作物のね、成長を助けてくれるわけでもないので、二人がね、一緒にいても、心の中にね、不満がね、蓄積されていくので、微妙な関係になる傾向があります。次ですね、火のとと火の絵ですね。これは火と鉄の関係であります。火がね、力を与えるとね、火の絵は、酷されてね、鋭利でね、立派な刃物になりますよね。しかしね、火のとのパワーが足りない場合ね、火の絵を完全にね、酷することができず、それでね、二流の刃物で終わってしまいますよね。で、火のとのね、パワーが十分でも、火の絵がね、常にね、努力を惜しまず頑張ろうとしない場合は、火のとをね、邪魔な存在だと思う傾向があります。ですから、火の絵はね、緊張感を意識したりして接することがね、重要になりますよね。次ね、火のとと火のとですね。これはろうそくと宝石の関係です。眩しいね、輝きを持つ宝石ですけども、燃えてしまえば灰に変化してしまいます。火のとは自尊心が高くてね、火のとのことをね、距離を置く傾向があります。一方ね、火のとは火のとの魅力に翻弄されます。深い付き合いになればなるほど、コントロールが効かなくなりね、周りが見えないくらいに暴走してしまいますので、ですから、火のとがね、近づきすぎると、火のとはね、理解ができなくなり、離れていってしまいますので、微妙な関係にもなります。次ね、火のとと水の絵ですね。これは、ろうそくと海の関係です。水面に映ったろうそくはね、一層美しく輝きますよね。で、しかしね、ろうそくが海に入ってしまうと、一瞬にして火が消えてしまいます。このことからね、一定の距離を保って過ごす場合はいいのですけども、近づきすぎるとね、行き違いが生じる傾向があります。感情のね、アップダウンをお互いがね、コントロールすることがね、開運の鍵になります。で、次ね、火のとと水のとですね。これはね、ろうそくと雨雲の関係です。これはね、ろうそくの火は雨の力でね、弱まって消えてしまいますよね。火のとと水のとの関係はね、緊張感が漂っており、満足な関係はね、簡単に得ることができない傾向があります。しかしね、雨水をろうそくの火でね、温めて飲むように、自分だけがね、得しようとする気持ちや欲を捨てて協力すればね、道は開ける傾向がありますので、安心してください。でね、今日はここまでですね。占いなので、明るい話ばかりではね、できないんですよね。やっぱりね、
暗い話もありますし、人間同士の相性なんでね、いい悪いっていうのがあると思いますので、まあね、それでも、宿命もね、変わってきますので、まあね、四柱推命というのはね、そういう、自分の宿命をね、占いではありますので、またね、今後ね、説明していきますので、よろしくお願いします。またね、インスタグラム、ツイッター、フェイスブックなどでね、やっていますので、登録、よろしくお願いします。またね、次回も、お会いしましょう。今日も見ていただきありがとうございました。バイバイ。